マリサ、京都のゆきくん事件に新展開があったのよ。新展開？今度は何が起きた？失踪から23日目、地中 1.2 メートルから靴が発見されたの。地中 1.2m？ それは異常な深さだろ。しかもその瞬間、警察は捜索から殺人捜査へと切り替えたの。殺人捜査？それは完全に事件だな。そして義父のある行動が全ての謎をつないでいるの。どんな行動だ？今日はゆきくん事件の核心に迫るわ。まず事件の経緯を整理しよう。足立ゆきくんは小学6年生。3月23日の朝、学校付近で行方不明になったとされている。というのが重要なの。どういうことだ？実はゆきくんの最後の目撃情報は3月20日なの。20日？ 23 日より3日前だな。20日から23日は3連休。その狭間ゆきくんを見た人は誰もいないの。連休中に友達から連絡はなかったのか？ LINE や通話の記録も一切ゼロ。活発な小6が3日間完全に音信不通。それはありえない。23日の朝に失踪したという証言が本当に正しいのかが疑問視されているの。ゆきくんを最後に目撃したのは誰だ？義父よ。山の近くで車から降ろしたと証言している。そしてその翌日何をした？翌日24日、関西国際空港から台湾に渡航したの。子供が行方不明になった翌日に海外に飛んだのか？急なビジネスの要件が理由だと主張しているの。捜査員はどう見た？ゆきくんを降ろしてから空港のゲートをくぐるまでの空白の12時間。これに全員が注目したの。12時間何をしていたのか、それが最大の謎だな。さらに台湾で信じられない行動をとったの。なんだ？台湾滞在中に自分のスマートフォンを紛失したとして、現地の警察に届け出たの。スマホを台湾で紛失？ビジネスで行ったはずが、現地の取引先には誰にも会っていない。それは行動の説明がつかないな。捜査員はこう見ている。スマホには全ての証拠が残っていた。GPS、検索履歴、通話記録、全部だな。それを日本の警察の管轄外の台湾で物理的に処分した可能性が高いの。そしてその後、決定的な発見があった。そう、失踪から23日目のことよ。何が見つかった？山中の斜面、重機が掘り起こした地中 1.2 メートルから 1.2m、腰の高さまで掘った深さだな。農業用ビニール袋に30層も厳重に包まれた大人用のスニーカーが発見されたの。ゆきくんのものじゃないのか？ゆきくんの靴じゃない。おそらく成人男性のサイズよ。なぜそんな深さに隠す必要がある？犯罪心理学の専門家はこう分析しているの。どういう分析だ？ 1M 以上掘って隠すのは過剰な隠蔽工作。絶対に見つかってはならないという強烈な焦りの証拠。ただ捨てるのとは全く違う行動だな。そして靴の中に洗い流しきれなかった何かが検出されたの。何かとは？詳細は公表されていないけど、警察はこの瞬間に捜索から殺人捜査に切り替えたの。事件が完全に変わった瞬間だな。さらに警察は次の行動に出たの。どんな行動だ？ DNA の穴よ。DNA の穴？靴から DNA 型が完全に検出されたという情報をあえて地元メディアに流したの。でも地中に埋まった靴から数時間で DNA 鑑定はできないだろ。その通り、これはブラフ。つまり嘘のリークだった可能性が高いの。心理的に犯人を揺さぶるための罠か。そう。平然と日常生活を送っている犯人の心理的な要塞を崩すための作戦ね。そして警察は動いた。3人の男を重要参考人として任意同行させたの。どんな人物だ？1人目は40代の農業関係者。日常的に重機を扱える人物よ。地中に深く掘れる人間だな。2人目はゆきくんが通っていた塾の元講師。30代。接点があるのか？事件当日に現場付近の林道で彼の所有者に似た車が防犯カメラに映っていたの。3人目は？過去に地域でトラブルを起こしていた50代の地元男性よ。取り調べ室での攻防は？刑事は靴の写真を机に叩きつけてこう言ったの。なんと言った？ 1M 深くうずめれば一生見つからないとでも思ったか。靴の繊維からすでにあなたの DNA が出ている。そして口腔粘膜の提供を求めた。無実なら拒む理由はない。提供すれば科学で証明。拒めば事実上の自白という罠よ。逃げ場のない問い詰め方だな。一方、実母の行動も注目されているの。子供が行方不明なのに記者会見しないのか？取材をすべて拒否。
ーテンを固く閉ざして近所との接触も断っているの。普通、子供を探してほしいと声を上げるはずだ。警察のプロファイラーは3つの仮説を立てているの。3つの仮説とは？仮説1は完全な共犯。ギフの計画を事前に知っていたというもの。2つ目は？仮説2は事後に知って隠蔽協力、後から真実を知り家族を守ろうとしているケース。そして3つ目は？仮説3は心理的支配による沈黙。ギフの DV や恐怖で言えない状態よ。日本の家庭内事件では3番目のケースが多いと聞く。刑事が事情聴取中に視線が右下にそれ種が白くなるほど握りしめられていたと証言しているの。心理的に限界の状態だな。ここで最も重要なタイムラインを整理するわ。3月20日が最後の目撃。3月23日、ギフが山の近くで降ろしたと証言。3月24日、台湾へ渡航。台湾でスマートフォンを紛失として届け出。ビジネス相手には誰にも会っていない。そして失踪23日目に、支柱 1.2M の靴が発見される。すべての点がギフに向かって収束している。しかし警察にはまだ決定的な証拠がない。DNA の一致がまだ公表されていない。靴から検出された DNA とギフの DNA が一致するのか、それが全てを決める。ギフは DNA 提供に応じたのか？現時点では明らかになっていないの。過去にも似た事件があったと聞く。そうが子供の遺体を自宅付近に隠して海外逃亡したケースが過去にもあるの。今回の事件はそのパターンに重なるのか？初期段階で単純な行方不明として処理され、貴重な時間が失われてきた教訓が警察にはあるの。だから今回は比較的早く事件性を視野に入れたんだな。今もユキくんの安否は分かっていない。23日目に靴は見つかったが、ユキくん自身はまだ。警察は今も捜索を続けているの。DNA の結果が出れば事件は大きく動くな。その時全ての謎が明かされるはずよ。この事件で私たちが学ぶべきことがある。何かしら？子供の安全は家庭の中が最も高いという思い込みが捜査の目を遅らせることがある。統計的にはギフによる虐待リスクはZIPの6倍以上というデータがあるの。知っておくべき現実だな。子供が最後の目撃から3連休で誰にも連絡なしなら、親し以外の大人が確認すべきね。地域全体で子供を見守る文化が必要だ。日本では他人の家の子に声をかけるのは失礼という空気があるの。でもその空気が事件を見えにくくする側面もある。子供の様子がおかしければ声をかける。それが地域の安全網になるのよ。ギフが翌日海外に飛ぶ。近所の誰かが不審に思えた可能性もある。気になったけど声をかけなかったという後悔を生まない社会が必要ね。そのためにも今回の事件を知っておくことが大事だ。捜査は続いている。DNA の結果が出れば全ての謎が明かされるはずよ。靴からギフへの DNA 提供要求まで、警察は着実に追い詰めている。ユキくんが一刻も早く見つかることを願っているの。この事件は今も捜査中だ。続報が入り次第、また報告する。子供の様子がおかしければ声をかける。それ